はい、皆さんこんにちは。都市伝説って時代が進むにつれ解釈が変わっていったりしますよね。例えば宇宙人の存在って2、30年前だったらんなことありえねえだろうって信じない人たくさんいましたけど、最近になってはね、米軍が認め始めたり、結構信じてる人も増えて、いるいないのの議論じゃなくて、どちらかというといつ来るのとか、どんな宇宙人なのみたいな感じになってますよね。このように時代が進むにつれ新たな発見とかが出てきて、その都市伝説にね、対する捉え方が変わってくるっていうお話。今日のお話はそんな都市伝説かもしれません。1916年ポルトガル都市サンタレンに位置する山下のファティマという村で放牧をしていた10歳の女の子ルシアのいとこのフランシスコの妹ジャシンタの前に自分は天使だと名乗る少年が現れました。天使は3人の子供たちに特別な祈り方を教え、その日から子供たちは祈りを続けました。約1年経った1917年5月13日、この日3人が羊たちを連れ丘の上で遊んでいたところ、急に空から強く眩しい光がヒイラギの木の上に現れ、光の中に輝く女性が立っていたんです。その光に輝く女性は子供たちに6ヶ月間毎月13日に同じ場所に来るようにと望み、このことは誰にも話さないようにと言いました。しかし一番小さかったジャシンタはこの出来事を母親に喋ってしまいました。こういう出来事って両親に話したくなっちゃいますよね。それ以来子供たちは女性の言う通り毎月13日には丘の上に通い、女性はいくつかこの先起こる出来事をルシアに伝えました。通い始めて3回目の7月13日、この日は子供たちの他にこの奇妙な話を聞いた大人たちが800人から1000人集まったんです。そしてその日は丘の上に現れた女性は両手を広げ、第一の予言とされる死後の地獄世界の存在について予言をしました。すると3人の子供たちは一瞬、強い光と火の海のような光景が見え、悪魔や人間のような魂が絶望という感情や苦しさを解きながら火に飲み込まれていく様子が見えたんです。驚く子供たちに女性はこれは地獄の様子であることを教えました。罪深い生活を送ることで多くの人が死後地獄へ送られることや、地獄は神話などではなく実際に存在しているのだと。地獄とは全ての人が死後行く可能性のある場所で、一度入ってしまうと二度と出ることはできないと話したんです。子供たちはこの地獄の存在やそのおぞましい光景に戸惑い恐れました。子供にそんな話したら怖えわな。僕小学校の頃外で遊んでて、家に帰ったら体に 2,3 匹アリがついてて、自然の中で遊んでたからなんですけど、そっから自分の血管がアリに見えちゃって、もしかしてアリが俺のケツの穴から体に入って皮膚の中歩いてんじゃないかと思って、そっから本当に怯えちゃって、その怯えながら夏が終わりましたね。全然関係ない話。女性は第2の予言とされる戦いの終わりと戦いの始まりについて語り始め、私があなた方に言っていることがなされるならば多くの魂が救われ戦争は終わるでしょう。しかし人々が神に背くことをやめないならば、ビオ11世のミオにもっとひどい戦争が起こるでしょう。続いて女性はロシアの封建を求め、その求めに応じればロシアは改心し平和が訪れるでしょうが、そうでないならばロシアは戦争と教会の迫害を引き起こしながらその誤病を世界中に広めるでしょう。良い人々は殉教し、教皇は多くの苦しみを受けるでしょうと警告したんです。この終戦と戦争の勃発については、1917年は第一次世界大戦の最中だったことから、第一次世界大戦の終戦とこのロシアの封建が第二次世界大戦と共産主義革命を指していたと言われています。実はこの時第3の予言についても伝えられていたんですけど、第3の予言については1960年まで黙っておけと女性に言われていたそうです。しかしこの丘の上での出来事はなんと3人の子供たちにしか見えておらず、他の大人たちには白い霧のようなものやその霧が空に昇っていくような奇妙な現象にしか見えなかったそうです。この一連の騒動があってから行政は子供たちが民衆を欺き混乱を招いたとして、次の8月13日には子供たちが丘へ行くことは禁止、弾圧し町へ連れて行ってしまったんですね。なので8月13日子供たちは女性と会うことができなかったんです。ですが前回居合わせた大人や子供たちの話を信じる巡礼者たちが2万人近く集まり、8月13日丘へと向かったんです。2万人って本当だったら相当やばい数ですよね。そこで彼らは強い光とともに木の上に白い雲のようなものが舞い降り、またすぐに空に上がっていったものを見たといいます。そして6日後の8月19日、子供たちが祈りを捧げようとする3人の前に光り輝く女性が現れ、10月13日には全ての人が信じるように一つの奇跡を行いますと告げました。5回目の9月13日、この日はさらに3万人ほどの人々が集まり、その多くの人が空を移動する球体や空から白
白い花びらのようなものが降ってくるのを見ることになりました。そして6回目の10月13日、この日は朝から雨が降っていたんですけど、前回の3万人を上回る約8万人の大群衆が集まったんです。余裕で東京ドーム溢れちゃいますからね。それだけの人々が奇跡を見ようとしたんです。すごい時代ですね。女性は子供たちに、私を称えてここに聖堂を建てることを望みます。私はロザリオの聖母です。毎日ロザリオの祈りを続けて唱えなさい。戦争は間もなく終わるでしょうと告げました。そして聖母の去り行き際にルシアは聖母に促され、人々に向かって太陽をご覧なさいと叫んだんです。すると今まで降っていた雨が急に止んだかと思うと、雲が晴れ太陽が現れたんです。太陽は様々な色の光を発した後、空でダンスするかのように動き始め、さらに突然ジグザグと動いたり、地球に向かって落ちてくるように大きくなったりしたそうです。その太陽の熱で雨に濡れた人々の服は乾き、この約10分にもわたる異常現象は居合わせた新聞記者たちも含め全ての人々が目撃したと言われています。この一連の出来事は翌日、ポルトガル中の新聞で1917年10月13日に聖母マリアが現れて奇跡を行うという予言を目にするために集まった約8万人の群衆の中で発生した不思議な現象と大々的に報じられ、ヨーロッパやその他の国でもこのファティマの奇跡の話は報じられることになったんです。その後、ロザリオの聖母がルシアに告げた小さな予言のうちの一つだったフランシスコとジャシンタはもうすぐ私が天国へ連れて行きますという言葉通り、フランシスコと妹のジャシンタは当時流行っていたスペイン風邪によって亡くなってしまったんです。そしてただ一人残っていたルシアは修道女となり、3つ目の予言の内容を教皇庁に伝えました。これだけの人々がね、奇跡を目の当たりにするって後にも先にも初めてなんじゃないですかね。しかもね、世界中で報じられ、確か日本でも報じられてたんですよね。第3の予言については聖母が1960年には公表していいって言ってましたよね。しかしなんと1960年になっても教皇庁は第3の予言を公表しませんでした。もうこの時点で聖母に反抗してるんよ、ちゃんと言えやな、言えって言われたんだから、リスペクトが足りませんよね。このことからファティマ第3の予言は予言界の中でも最大の謎になっていったんですね。でもなぜ第3の予言は公表しなかったのか。これについてはルシアから伝えられた第3の予言の記録を見たローマ教皇ヨハネス23世が絶句し、予言を再び封印したという話があり、ヨハネ23世の次の教皇だったパウロ6世もこの記録を見たことで衝撃を受けて数日間意識を失ったとか、しかも予言を公表しなかったことで1981年5月2日アイルランド航空便でカトリックの修道士によるハイジャック事件が起き、犯人の要求はファティマ第3の予言の秘密を公開せよだったんです。いやいや、気持ちはわかるけどハイジャックすることではない。そんな事件があったりして、1960年から40年後の2000年に教皇庁がなんとファティマ第3の予言を公表したんです。その内容は1981年5月13日の教皇暗殺未遂事件を指していたとの内容だったんです。ここまで来て暗殺の未遂事件を予言するってどういうこと？暗殺を予言するならまだわかるけど、暗殺の未遂事件を予言は？でもこの教皇庁の発表についての予言の内容を知るルシアは、それはほんの一部でバチカンは嘘をついていると司法省に訴えたんです。一部ではあるんですね、一応。でもルシア含めね、この予言に関心を向けていた人たちは当然ね、納得ができず、なので第1と第2の予言のスケールからして第3の予言は本当はものすごく大きなもので、それは第3次世界大戦や核戦争、世界の終末に関するものじゃないかと憶測がされ始めたんです。それでも教皇庁は発表を変えることはせず、その後ファティマ第3の予言についての正式な最終公文書を発表しました。内容が違うと訴え続けていたルシアは2005年2月13日97歳で他界してしまい、本当の予言は教皇庁の記録だけとなったんです。ルシアね、せめて亡くなる前に公表しちゃえばよかったのにね。この公文書についてはウィキペディアに載っているので誰でも見れるようになっていて、内容はちょっとわけわからんこと言ってるんですけど、見方によっては暗殺のこととも捉えられるし、かといってね、教皇だけではなく司教、司祭、修道士といった人たちのことについても書かれているので、これについてはカトリックやキリスト教、バチカンの崩壊を予言してるんじゃないかという説もあります。じゃあ本当の第3の予言は何だったのか。
実は神は宇宙人であり、人間は実験のために作られたという話があるんです。これがどう予言と関係しているのかというと、第3の予言は神があまりに醜い争いをする人間に対して怒り、実験の中止、要は人類を滅ぼすという内容だったのではないかと言われているんです。毎度おなじみの一見ぶっ飛んだ説なんですけど、よく考えてみると、神が地球外生命体ということは、人間から生まれたイエス・キリストが神となるキリスト教のそもそもの宗教理念が覆されることになり、それをローマ教皇が発表してしまうと、キリスト教そのものが崩壊する可能性があるんです。アントニオ・ガウディが設計し、ガウディの生前工事が終わらず、未だに完成していないスペインのサグラダ・ファミリア。実はこのサグラダ・ファミリアには聖母の秘密を明かす秘密が隠されているんじゃないかと言われているんです。アントニオ・ガウディはフリーメイソンの一員であったとされ、この未完成の教会の至るところにガウディコードと呼ばれる暗号を隠しているというんです。信仰の門に彫られている聖母マリアの上には目のようなマークが刻まれていて、これ完全にプロビデンスの目やっちゃってますわ。ラリってるわ。他にも受難の門にはどの方向から足しても33になる魔法陣のような模様があって、これはキリストが亡くなった年齢が33歳だったことや、蘇ったのも33歳だったということから意味のある数字を設計の中に組み込んでいるんです。そして13という数字、ロザリオの聖母が現れたのは毎月13日でしたし、偶然なのかルシアが亡くなったのも13日でした。なのでこの13はロザリオの聖母に関する秘密の数字として使われている可能性があるんです。実際サグラダ・ファミリアにはあちこちに13という数字が刻まれているんですね。またサグラダ・ファミリアは未完成にもかかわらず、バチカンより正式に認められた教会ということで重要な何かがあるのではないかと言われているんです。このことから2026年にサグラダ・ファミリアが完成し、アントニオ・ガウディが刻んだ聖母マリアの暗号が揃った時、全ての謎が解けると期待されています。有名な、この人の名前言ったら制限かかる気がするんですよね。ヒラの予言はロザリオの聖母と同じ予言なんじゃないかと言われています。ヒピラの予言の中には、天変地異の期間が始まる、人間は自然から復讐を受ける、熱と冷気、洪水と干ばつが地球に襲いかかる、2039年になると地球から今の人類はいなくなる、今の人類は2種類に分かれ神の方に進化し、人人となるものが出てくる。人人は空間を操り異次元の知能を得ることであらゆる危機を解決することができる。人人になれなかったものは人人の言いなりになって生きるロボット人間であるということが書かれているんです。これなんかすごい意味深なこと言ってますね。今読んでみると、要はなんかね、シンギュラリティみたいなのが来て、そのロボット AI に操られる人々と操る人々に分かれるってことですかね。すごい意味深。ちなみにこれは偶然なのかは分かりませんが、サグラダ・ファミリア完成の2026年から13年後は2039年となり、この2039年とは様々なことが起こるだろうと予測されている年でもあるんです。ヒピラーもね、2039年って言ってるから、この2039年ちょっと意味深ですね。お遊びの時間は終わりです。みんなこっから本格的な話です。なぜ第3の予言は公表しなかったのか、現実的に考えて公表できなかった理由は、やっぱりキリスト教の存続や威厳に関わることだからという説が一番可能性がありえますよね。何が一番キリスト教の脅威なのか、実はその問題はもうすでに現代に見え隠れしているかもしれないんです。皆さん最近世界各地のカトリックが運営していた施設跡からかなりの数の子供たちの遺骨が見つかったニュースを知ってますか？実は戦争で負けた方の国へ自国の領土を広げる際、もともと住んでいた先住民やその国のキリスト教でない人々をキリスト教に改心させるという社会的動きがありました。これがちょうど1900年に入る少し前から徐々に数が増えていき、それと同時に聖職者による児童虐待の話もはっきりとはしなかったんですけど、表に出てくるようになっていました。ここまで来るとなんとなくわかりますよね。キリスト教の脅威とは、キリスト教自体が行っていたことが正式に表に出てくることだったんです。もしこのことをロザリオの聖母がその罪を公表し、悔いを改めることを予言していたのなら、1960年にローマ教皇が公表できるわけないですよね。しかも当時の1960年教皇を務めていたヨハネス23世はこの事実を知っていた可能性があるんですけど、バチカン国家はヨハネ23世はこの件に対しては無知だったかもしれないと主張し、後にヨハネ23世はその遺体が朽ちることがなかったため、公式的に聖人と宣言されたんです。なかなか闇が深くなってきましたね。
と、ここまではロザリオンの聖母がね、現れて、本当にね、みんなに予言を伝えたっていうことが事実だったとしたらの話ですけど、そもそも本当にそんなことが起きたのか、みんな本当に100年前にこんな奇跡が起こったと思います？なぜこの話が生まれたんですかね？なんとこの一連の出来事は、キリスト教が信者たちを勧誘するための、いわばキャンペーンだったという話があるんです。実は聖母マリアが出現する奇跡というのは、1800年からそれ以前の年に比べ、異様に出現回数が多くなってきてるんですね。バチカンに公認されている奇跡だけでも17回、非公認の奇跡も17回、それ以前の公認、非公認の奇跡は8回、4回とかなり極端に少ないんです。この奇跡の出現回数が急に多くなったのは、ちょうど17世紀の科学革命の直後なので、宗教の理念から科学へと人々の関心が強くなったのが原因なのかもしれません。17世紀、近代科学が出現するまでの主にヨーロッパを拠点とするキリスト教は多くの国と深い関わりを持っていました。しかししばらくすると、コペルニクス、ケプラー、ガリレー、ニュートンらを中心に科学という分野により、それまでの天動説や宇宙観を反対とする地動説が有力となってきたんです。それにより、従来の惑星同士の位置や星の計算方法が変更され、当時の宇宙観そのものの転換に大きな影響を与えることとなりました。またニュートンによる万有引力の発見と、それをはじめとするニュートン力学の発表は、近代的な機械論的自然観の提唱につながり、これまで地上のものと天上のものと二分にしてきたキリスト教的世界観を覆すこととなったんです。要は時代が進むにつれ様々な技術が開発され、みんなの関心が宗教から科学へと移り始めていったんですね。それを阻止するために様々な奇跡を唱えていったと。まあそんなやり方もね、長くは続かず、時代はどんどん進み、もちろん科学も進んでいきます。そのうち奇跡というものにちゃんとした根拠や証拠が求められるようになり、簡単に奇跡を起こせなくなってしまったというわけです。なんかトリックみたいな世界ですね。ドラマトリック。なのでファティマ第3の予言に関しては、先延ばしにすることでね、みんなの関心を留めておくことが目的だったのかもしれません。ただ思った以上にね、時代が成長しちゃったので、予言そのものを出すのが難しくなっちゃったのかもしれません。まあ現実的に考えたらつまらないんですけど、みんなはどう思いますかね、このファティマの予言。まあもちろんね、僕もオカルト好きなので、本当に奇跡が起きてね、その3つの予言を授かったっていう可能性もなくはないですよ。もちろんなくはないですけど、まあね、その宗教の話とかいろんなものを絡めて見ていくと、これがまあ現実的なようにも見えますよね。まあみんなの意見聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。